はい、始まりました。今回は単色編が終わりを迎えまして、はい。二色編が始まっていくということで、なるほど。大人気のシリーうん。ズイゼットになります。この順番は何か意味が前やった順になります。なるほど。ってことは皆さん次に何が出るかはそうですね、予想していただければ分かると。わかります。で、今日はイゼットやってきますんで、はい。これからイゼットの統率者を始めようと思ってる人におすすめの統率者、今日は4体になります4体です。はい。まあ早速イゼットいきますか。まあはい一応その僕の好きなカラー、大好きなカラーということなんですが、はい。 4体おすすめしたいカードを選んできましたんで。なるほど。はい今回に収めていただいたということですかね。そうですね、もういっぱい過ぎちゃってうんうんうんなんか動画撮ってるやんっていうやつ結構いますんでで、まず1体目なんですが、1体目と言いますか、正確には2体なんですがあ確かにね。はいここで初めての。はい共闘になります。はい。混沌の目オカウンと知恵の目ゼンドスプルトになります。はい。まずゼンドスプルトから青い方から説明させていただくんですが、5マナー14のあなたのターンの戦闘の開始時にあなたがコイン投げに負けるまでコイン投げをする。うん。ではコインフリップをいきなりしだします。はい。でコイン投げに勝つたびにこいつはドローできるというはい。能力です。はい。コインフリップでドローできる。あ、一応言っとくとしても良いではありません。しても強制、はい。強制だと。はいで一応あれですよね、クリプトのうコイン投げでも、ん。はい、そうです。しかもこれ自分じゃなくて誰かでもよくてそうですね。よく起きる光景なので。はい、っていう動きがあると。はい。でもう1体のオカウンの方がですね、5マナ33の戦闘開始時こいつもコイン投げをします。はい。はいでプレイヤーがコイン投げに勝つたびこいつは終了時までパワーとタフネスが2倍になります。はい。なんとなのでつまり、はい2回勝てば4倍だし、だし、はい3回勝てばい8倍ですと。やばいですね。つまり3回勝つとはいワンパンになりますなるほど。と。はい。 3波24なんですね。3回勝つか勝たないかっていうのは結構重要になってきますね。はい。例えばどんなカードが入ってくるかって言いますと、クラークの親指っていうアーティファクトがあるじゃないですか。ありますね。コイン投げを倍にすると言いますか、なんて言うんですかね。追加でコイン投げ1回行ってでどっちか好きな方、どっちかを無視すると。そうですよね。はい。でほぼ2倍になるみたいな、はい。コイン投げがうん。簡単に言いますと。でいうカードであったりはい。を入れてコインフリップいっぱいすればうん。ドローできたりとか、はい。倍にできて殴ったりとかできるじゃないですか。ありますね。で殴っていくタイミングで倍になっていくであろうことが想定されますので、例えば影槍みたいなはい。トランプルつけたりとかうアンブロにさせたりとか、ん。うん。そういうので通していって他の攻撃を。そうです倒したりとかうん。してで一応勝ち筋としましては熱狂のイフリートっていうカードがありまして、はい。まあ簡単に説明しますと無限にコインフリップができるはい。そうですね。簡単にですよ、説明は割愛させていただくんですが、はいで無限ドローでが誘発するんで、はいどっか途中でレンドスペルを除去すれば止まるんですよね。なんで除去して止めれば無限にコインフリップできてドローできるとそうですね。いうのが勝ち筋になります。はい。でまあ一応想像していただきたいんですが、ここからは、まあ、コインフリップって楽しいじゃないですかはい。 2分の1どっちやろうみたいなうん卓でやってる時に楽しそうになって、はい。オカウンが殴る時にはい。決まるかもしんないし決まんないかもしんないっていうそうなんですよね。変なことが起きて、どっちなんだろうって思いながらなるのでヘイトコントロールがしやすいんですよねそう。ですね。なんで結構楽しい統率者になりますんで、はい。まあちょっとおすすめですという形になります。はい。で次の統率者いくんですが、次の統率者はこれも共闘になります。こっちはフリー京都。はいまさかのフリー共闘、初フリー京都。初フリー共闘ですね。確かにここで紹介させていただくんですが、結構ガチめのうんうん大丈夫かな。ガチめのやつなんですけど、うん
マルコムは説明しなくても大丈夫だと思うんですけど、マルコムとケディスです。はい、マルコムの能力を一応説明させていただきますと、3マーの22の飛行で海賊が1体以上相手にダメージを与えるたび宝物を1個出す。これは戦闘じゃなくてもいいんですよね。いいですね。海賊がダメージを与えたら宝物が出ますんで、で燃えさし詰めの使い魔ケディスの方は統率者が戦闘ダメージを与えるたび各対戦相手にそれに等しい点数のダメージを与える、なのでマルコムが殴りに行きましたと。で点数を与えましたと、そしたらそのマルコムが発生源として対戦相手にダメージを与えますんで、宝物が3つ出るという形になります。なんでめちゃくちゃ乱反できる上に統率者ピッチも使いやすいということで、結構ガチだとガチめの構成になるんですが、例えばどんなカードが入るかって言いますと、普通に乱反できる形になりますんで、結構デカめの呪文っていうのが入れられる構成になるんですね。だから性別されたスフィンクスとか、6マナー普通に出ますよみたいな1回殴った3マナ出とるからね。出てますからね。2ターン目殴っていきなりもう次性別されたフィンクスなんで、その同じようなカードで2分ビゼット、バルーン2分ビゼットを普通に出しちゃいます、打ち消されないで。これしかもなぜ出せるかっていうと、宝物が全部使えばいいんで、トリシンでも全然出せますんでで、その兼ね合いで好奇心、マルコムに貼ってもいいですし、2部に貼っても一応決まるということで、両方いい感じになります。で一応フィニッシュ手段として光角の海賊っていうカードがダメージループしている無限ドローみたいな形で、カードを捨てるたびに対戦相手に1点ダメージ与えます。で2マナでカードを捨てるんで、1点ダメージ与えて2マナが生み出せるんで、無限ドローです。カード全部切ってダメージを結構与えられるという形で、想像をここからしてほしいんですが、もちろん結構ガチめの構成でもこいつは活躍できるやつなんですけど、結構でかい呪文何人入れてもいいんですよ。何でもいいんですよ。しかも別にマルコムとケース自体はね、お安くお求めできます。できますからね。で安く組んでガチじゃなくても、安く組んででかい呪文入れれば楽しめる構成になってますんで、よかったらやってみてくださいという形になります。で3体目の逃走者行くんですが、狡猾な先導者フィル・クラーグ、何回出てくるんですかねこの動画に、一応能力説明させていただいてもいいですかね。一応なんですけど、5マナの33のリゼットの飛行速攻のドラゴンでして、あなたがコントロールしている1体以上のドラゴンが対戦相手1人を攻撃するたび、対戦相手1人攻撃するたびです。ダメージが通るたびじゃないです。でそのプレイヤーのクリーチャーを1体思想します。でクリーチャー1体があなたの対戦相手に戦闘ダメージを与えるたび、そのクリーチャーがこの戦闘で攻撃しなければいけなかった場合、なんじゃそれっていうそのくだりもまた聞いたなみたいな。フィル・クラーグの上に11カウンターを乗っけてドローしていいと、対戦相手が強制コンバットされてる状態のやつが他対戦相手に殴りいったらドローできますっていう形になるんです。いわゆる思想デッキなんですが、この動画では何回も出てきてるんですが、まずどんなカードが入るかって言いますと、思想のカード、復讐のソレイっていう、ドラゴンで思想できるっていうぴったりのカードがあるんですけどとかであったり、面倒なクワジット、クリーチャーでない呪文を捉えるたび思想できるっていうやつであったり、でどんどん思想してって、最終的に5-6タックを目安としてますんで、フィニッシュは暴動か壮大な決戦というカードがフィニッシュできますんで、詳しくは概要欄貼っときますんで何回これも言ってるのか分かんないんですが、フィル・クラーグの動画見てくださいという形になります。でここからどんな感じを想像していただきたいのかって言いますと、そのカード、もう今後もうめちゃくちゃ増えてくでしょう。不思議なことにはメカニズムの発明自体は結構昔なのにそうですよね、ここ数年で急に増えた、急に流行り出すっていう今空前の思想ブームだっていう、ことで思想のカードがどんどん増えていってますんで、結構いつまでも楽しめるようなデッキになるんじゃないかなと思いますね。で最後の逃走者発表させていただきたいんですが、星の大魔術師マドリック、こいつも第1回の
記念すべき第1回うちはこの動画やってるんですがこいつをやってるんですが、はい一応こいつおすすめになりますんで紹介させていただきたいんですけども、はいまず能力を説明させていただきますと3マナ12です。で戦場に出るに際しです。まず昼になると。とりあえず昼になります。でインスタントソーサリーである呪文がこいつのパワーの分少なくなります。はいで昼と夜が入れ替わるたびに11カウンターがこいつに乗っけられていきます。はいでどんどん11カウンターが乗っていけば昼夜入れ替わればマナコストがどんどん軽減されていくという形の逃走者になってますんで、はいまあ結構強いんですが、例えばどんなカードが入るかって言いますと大体インスタントで構えるデッキになるんですよ。自分のターンは夜を迎えなきゃいけないんで昼っていうのは、ね、すぐ起こるんですよ。はいみんな2回ぐらい唱えるんで昼はすぐ起こるんですけど大体夜にしなきゃいけないんでほぼインスタントのカードが入ってくるんですが、はいでインスタントで良さげなカードで言いますと天才のひらめきみたいな X ドローがマナコスト軽減されてますんで X の値がそのままドローに変わるということで X ドローは結構いいですよね相性が。そうですねはいであと例えばいいカードで言いますと反転観点っていうカードがあるんですけどはいこのカードめっちゃ重い呪文なんですがはい6マナなんですよ。6マナなんですけどインスタントソーサリーを1枚ずつサーチできるっていうとんでもないカードはいで4コスぐらいだったら軽減できてるはずなんで2マナでインスタントソーサリー1枚ずつサーチできたらそれは勝てるだろうということになりますんで、はいサーチしてくるのはだいたい打ち消しとフィニッシュカードである無限への突入無限への突入何コスで打てるんだっていうねこれまあめちゃくちゃ重いですよ。12マナなんですがはい8マナ軽減できてればはい4コスで打てちゃうんでだから軽減できてても逆に言うと4コスはかかるっていうね確かにでもまあ1枚で一応決まるカードですんで、はい結構強いです。ここからは想像していただきたいんですがでかいインスタントソーサリー EZ ですんでいっぱい収録されます。はいでかいのでインスタントソーサリーええやんって思うやつは大体使えますんではい楽しみに結構使えるんじゃないかなと。そして1個加えておくと、はい一応バドリックのパワーを上げる手段の方もはい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 一応収録されてくるんで、なるほどなるほどはい、確かに昼夜切り替えていくことによって自然増させていくのが一番スロット的には美味しいんだけれども、はい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 パはいワーを上げるっていうオプションもありますので、そうですよね。特にカジュアルなメナタクで使うんだったら、そういうのを検討してます。はいまあそんな感じで4体ご紹介させていただきましたがいかがだったでしょうかというまあバドリックとフィルクラーグに関しましては概要欄貼っときますんで2つ貼られてるんですね見てほしいんですが他にも何か EZ でおすすめの逃走者ありましたらコメントしていただければ嬉しいです。チャンネル登録お願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。